グレゴリー・サリバンさんです。よろしくお願いあきらさん、しま久しぶりですす。ね。お久しぶりにありがとう。こんにちご無沙汰だったは。ね。ありがとうご元気ざいだった。ます。元気だった。元気だった。グレちゃん、時間が本当にね、早すぎるね。早すぎますね。最近忙しいんじゃないですか？おかげでいろいろもう、YouTube ちょっとサボってましたけど、イベントがね、たくさんしてて、はい、ワークショップなども、執筆とか、セッションでもう本当にフル回転ですね。はい。すごい、本当に多忙なんですよね。この動画撮ってからも、明日からもちょっとどちらかに行かれるっていうのもね、はい。今聞いて、すごい、もう移ちょっといろいろ聞き動が多いたいこと、ですね。はい。うん。でも、やっぱグレちゃんのね、時代っていうか、本当に今までね、コツコツと頑張ってきてるから、本当に、頼もしいなと思って、今日もよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ありがとう。久しぶりに話してありがとう。で、嬉しいです。これはね、今日は本当はね、YouTube 撮るつもりなかったんですけど、やっぱ UFO、最近ね、UFO を、見る人が多発してるんですよね。私もやっぱりちょっと見るようになってきて、で、うん。ちょっとね、人と話すと、なんか UFO 毎日見てるっていう人がいたりとか、あとは、もう本当にこう動画とかで結構もうどんどん見せてくれる人がいたり、写真とか、増えてるんですよ、うん。UFO を目撃する人がね。だから、はい。ちょっと早めに UFO 研究家のこのね、なんていうグレちゃんにしっかり聞いといて、なんでこんな UFO 増えてるのかとか、聞いときたいなと思ってるので、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうね。そう、本当に、うん。そういった、最初浮かんでくる言葉ですね、は宇宙大使ね。もう宇宙船とか UFO の中にいるのは我々のスターファミリーですから、もう、うん。それで、UFO たくさん現れていることが、今度、その次の時代に、コンタクトの次の真のコンタクトのステージに行こうとする、なんか動きですね。なので、うん。そもそもね、やっぱりこう、宇宙船が乗り物なんで、私たうん。ちにとってはもう非常にわかりやすい、こう、異常、もう非日常的な現象、超常現象でうん。すけども、それを今度、うん。これを乗り越えて、中にいる、本当にスターファミリーね、今まで、うん。チャンネリングなど、その、シンクロニシティとか、曖昧なメッセージでしか確認できなかった人たちがもう、どんどんもう目の前にうん。現れるようなところまで来てるから、これすはごい。もうワクワクでしょうがないですね。ワクワクするよね。すごい時になって、本当にそんな時が来てんだなと思うんですけど、これはまず、じゃあ、たくさんUFO が来てるっていうのは何の目的で、UFO がいっぱい来てるんですか？そうですね。今まで本当にたくさん、もう何十年前からね、どんどんその数も増えてて、それこそね、このアセンションの本番、であるうん、2012年から2010、2030年ぐらいの窓っていうか、こうん、の間の期間を合わせて、本当うん、に、演劇のように、これもクライマックスに向けてね、どんどんその数も、ET の人口の数も増えていますし、うん、地球に訪問しているうん、数ね。で、やっぱりこうん、う、波動のベールね、世界の、見えない世界と物質の世界の間の壁がどんどん薄くなってますから、やっぱり当然その目撃も増えることも当然だし、それで実際に彼らの、ミッション自体でもね、やっぱりこう、地球が、大きなこの惑星範囲の変化が、スムーズな形に、進み出すうん、ことを管理してくうん、れたり、うあと、やっぱりこう、ん、人類集団レベルの遺伝子のこととか、で、やっぱりこうん、う、いろんなその危機にされるようなね、天変地異とか、今回、あの、そういう大きなね、世界中に、世界中に見る我々が体験している危機も、それもいろんな、見えない形のそのバックアップも、完全にこう、コントロールできないレベルに広がらないように、やっぱり彼らのインファメンの力も、実は、加えてますね。見えないところから。ああ、なるほど、なるほど。彼らがまあ、来てくれることによって、いろんな動きをしてくれてるってことですね。はい。もう極端といえばね、先進サポートね。それは本当にすごい個人レベルから、マクロ、もう全惑星スケールにも、ピンからキリにいろんなグラデーションで、フォローしてくれてますから、意識の成長と、やっぱり地球自体もね、拡大していったり、
地球の内部もいろんなエネルギーも入って動いたりしてるから、本当に新しい世界が、まあ、あれで、もう生み出してる最中なんで、出産と同じように、そこでいろんな痛みも伴うし、いろんなストレスとか、揺れも生じるから、そういう彼らはね、安定してきてるよね、いろんな形で。まあ、一番、この間ね、また東京で、大きな揺れがありましたけども、まあ、僕らの見解の中で、そういう直下型地震はもう絶対来ないっていうね、そこぐらいのレベルのトラウマは、許せないっていう、部分があって、まあ、そういった天変地も、来ないように抑えてるんですね。地球の中のプレートとか、プレートの動きなど、富士山の噴火とか、たくさんの人が、これ以上な被害を受けないような、ストップとかブレーキかかってくれてるね。なるほど、なるほど。これは直接彼らがやっぱりこうやって見える形で来てくれてることによって、よりこの地球のことをやりやすくなってるっていうことなんですかね。そうですね、はい。それで、まあ、今の話は大体ステルスとか、不可視の見えない状態で、彼らはね、エネルギー体という状態でずっとそういう活動をね、やってますね。地球の中とか、海の海底とか、また、空の上空とかね。で、やっぱり僕の考え方では、ちょっと網の小さいの宇宙人にも似てるかもしれないけども、過去目撃には意味があるから、それぞれ見せてる人のタイミングが、もう、テトリスのゲームみたいに、いろんなピースが降りて、大きなこの意識のモザイクに、なんか、ピンポイントにいろんな人に刺激を与えてくれてますね。でこれは我々の地球の頭で理解できないほどのすごい細かい、データをフォローしてくれてるし、もう、個人を超えたレベルのそういう全体像をもう、お見事にフォローしてくれてます。はい。なるほど。じゃあ見える形にすることによって、やっぱり私たちが見て、そこでやっぱりそれぞれの意識レベルがどんどん上がるっていうことを、やっぱ促すようなことをしてくれてるってことですね。はい、そうですね。ナビゲートしてるし。それで、一人がその世界が確信すると、もう見えない世界、あるいはその宇宙高次元の世界があるという確信が生まれると、やっぱり、本当に根本的な波動も変わるし、で、自然にそれから周りの人にもその、可能性、もう今度周りの人に同じくコンタクトできる可能性が広まっていきますね、自然に。なるほど、なるほど。これ楽しいよね。で、私もちょっと最近やっぱりね、見るんですよね。見るし、あと、やっぱ映像を見ると、周波数が全然違うんですよね。こうやって私たちがいる、この周波数と、その映像から来るものとか自分で見るときに、なんか自分のエネルギーがぐわっと変わるんですよ。これってなんでこんなに周波数が変わるのか。で、ここの周波数でのいろんな仕事をしてくれてるのかなと思うんですけど、そういうことなのかな。あれごめんなさい、今飛んだね。はい、すみません。今いいところだった。どうぞ。ごめんなさい、今飛んだね。どうぞ。今どこまで行ってた？はい、すみません。自分もすごいいいところだってね。じゃあ、秋川さんの返事を。もう一回言うよ。今一番びっくりしちゃった。今一番ズバッと言ったからかな。私は、やっぱり自分が見た時も、UFO を見た時も、あと写真とか、映像ですよね。映像を見るともう周波数が違うんですよ。やっぱ今まで感じたことない周波数を感じてて、やっぱり彼らの目的としては一番その周波数によって、いろんなことをやりたいのかなと思うんですけど、これなんでこんな周波数が違うのか？そうですね。本当に、それも、一番またものすごい、今まで我々が思われた UFO が、もうただの物体というふうに多分、もうすごい飛び方とかいろんな次元の移動もするけども、どっちかっていうと、その考え方からシフトして、本当にエネルギー体も、すごい高次元の波動、光の波動を放射してるエネルギー体ですから、そういうエネルギーを使って、先ほどの地球の母体の地球の調整したり、それから覚醒の光となってるから、見てる人にその写真でさえ、動画でさえ、その覚醒の光も共有されるよね。
本当に、うん。沖縄の島とか、昨日大きなイベントちょうど終わったんですけども、そのイベントの時に、うん。ある貴重な映像を、皆さんに見せることができたんで、やっぱり画面の真ん前に座ってた人たちが、なんかすごい敏感で、もう映像をまだ再生する前に、うん。ファイル開いただけでも、これ何っていうなんか、すごい波動、なんか、入ったんですね。それでなんか、いいことね、なんかなんか若い子たちが喜んでね、これはすごいじゃないって、まだ再生してないのに、なんか、だから本当にそういう写真のコマに、うすごい波動ん。も含まれてますね。うん。うーん。なるほど、なるほど。じゃあもうそういうのに私たちがどんどん触れていくことによって、なんか楽な形で覚醒がね、促されるんじゃないかなって、すごい思いますよね。そそうですね。れだよね。ET コンタクトはうん。本当にいや、アセンシャへの近道だし、うん。本当にそうん。の目覚めの本当に近道だからこそ、うん。今までそんなにいろんな変な、うん。情報操作とかね、いろんなダメージをあ迫害された分野でもあるんですうん。ね。ああ、はい。そうだね。だからここなんだね、やっぱりね、この周波数のここで。そしたら、こうやって見える人とやっぱ見えない人がいたりしますよね。これって何なんですかね。そうですね。なんか先ほど話したように、ちょっと見えるタイミングもあるんで、なんだろう、魂のその成長にうん。ジャンプする。やっぱり見えることイコールほとんど確信することですから、やっぱりうん。自分の世界観とか宇宙観が、自動的に拡大するから、やっうぱりん。魂のタイミングはあると思います。なので、あ不思あ。議と同じ場にいると、よくね、世界中の UFO 目撃のうん。話には、隣の人たうん。ちが、見えてないのに私だけ見えたとか、あるいは、うん。ベストフレンドとか、兄弟、姉妹と一緒に見たときに、10年後に、うん。20年後に、あの時、UFO 見たねって言っても、本人がさっぱりもう忘れてるよね。もう全然覚えてないっていう。なんか不思議に、ね。本当に意識と連動してうん。る、現象だかうら、ん。そう。うで、見ん。える人が、やっぱりとにかく見える準備が、心の準備とか、魂的にその波動の準備できてると言います。はい。しかああ、し、そうだよね。うん。しかし、まだ、それは全然、僕らにはね、誰でも体感できますというね、スローガンありますので、それを、今からね、正しい知識とか、ちょっとの、イメージを、うん。訂正しただけで、ほとんどね、うん。誰でもそれをもちろん監視することできますので、それうは本人次第だん。けども、う本当は一切それん。は、何かUFO 見れないブロックとか特殊の問題は何もないのあ、で、うはい。ん。そうか、そうか。あとさ、やっぱり UFO に対して怖いとかね、宇宙人怖いっていう意そう、識があったりすると、やっぱりちょっと見づらいのかなっていうのはありそうですそう。ね。今言おうとした。一つだけは恐怖心。恐怖でさえなければ、それは唯一の条件ね。あの、うあの、ん。現れることによって、その恐怖のインプリントがもっと強くなっちゃうから、それは絶対うに、ん。ET のスピリチュアル、高次元存う在にはん。したくないことなんで、だからこんなに配慮してるんですね。ああ、そうかそうか。配慮してくれてんだね。私たちに対してもね。はい。なるほど。はい。そしたら、そうやって UFO が現れた時に、私たちは何をすればいいのか写真撮ったりとか、やっぱビデオを撮ったりとか、なんか何をすればいいのかって思う人もいると思うんです。毎日見る人もいるみたいだから、これ何すればいいですか？はい。うそう、ん。まずね、本当にそうそう、証拠、まずはね、ハートで感じてほしいですね。頭うでん。ハートの、エモーショナルの、感情的の、インテうん。リジェンスね、エモーショナルインテリジェンスっていうね、表現あると思いますけど、やっぱりうん。ハートでまず頭で理解するよりも、その波動をうん。心で感じることを、全身で感じることもすごい大事ですかうら、ん。うん。美しい宇宙、我々が共にいますよっていう、なんかそういうちょっと共感できる気持ちに共有できたら一番いいですね。なんか、ああ。本当に宇宙船を見てるときにすごくファンタジーっていうか、そういう非常に神秘的な気持ちになりますうから、ん。そこでうん。なんかその美しさだけでも負けちゃうね。なんか、なのあで、あ。あんまりだから三次元的にその世界をどんどん下ろし込んで
取ろうとすると、すぐパーッと恥ずかしかった逃げる時もあるから、一番最初はその波動を馴染みや、波動の同調の練習した方がいいですね。で、やってくれてありがとうっていうね、その本当に感謝の、気持ちで、返してあげると、継続してあげますね。なるほど、なるほど。波動で感じるっていうのがまず最初で、心と心のコンタクトをね、していくといいですね。はい。あとは、あれかな、やっぱり映像とか、撮れたら撮ったりとか、やっぱこう、たくさんの人が見て、それをまたシェアしていくと、UFO いっぱい降りてきてんだなって、思う人多いと思うんですよね。そういうのを見て、準備できる人がたくさんいるのかなと思うから、結構シェアしていくのもいいのかね。そうです。そうすれば、本当に、自分で、撮った映像や写真があればね、本当に周りの人はすごい納得することが多いから、それから次のステップはぜひ、なんていう、だからすぐにカメラ出すと、その波動のフィーリングが見失う可能性あるから、ちょっとそれを味わってから、撮影にチャレンジしてもいいかな。はい。素敵ですね。なるほど。また撮るとね、楽しいからね、なんか、だから、スマホのカメラとか、ビデオを撮るの慣れてない方は、宇宙船の出現を期待して、すぐカメラの用意できるような練習もしてもいいですね。撮影の練習も。あとさ、やっぱりちょっと私すごい疑問なんですけど、映るその UFO っていうのが結構チカチカしたりとか、光みたいな感じで、なんか、あとしかも近づいてこないイメージなんですよね。やっぱ彼らはあの距離感じゃないと来れないんですか？もうちょっと近くまで来ることはできたりするんですか？そうですね、はい。そうですね、基本、今のところで、大体、数キロ範囲の距離で、見えて、わざとその配慮で距離を置いてる状態で、で、それは一つの今のこの時代のちょっと一つの決まりで、あんまり、だから、接近するときには、まず、オーブとか、ET から発信するいろんな装置とかあるんで、本体がちょっと距離を置いたままに、我々に波動など、小型機とか、小さいの機械を送り込みますね。そうなんだね。そうか。やっぱりちょっと距離感がある必要があるんですね。はい。やっぱり違うからね。そう、周波数が違う。あんまり本当に近づいたらものすごいやっぱりパワーがもう本当に強いんで、また悪いものに勘違いしてしまう可能性が生まれちゃうね。そうか。やっぱ私たちが徐々にね、その周波数に慣れていくっていうのが大事だからね、そういうことなんですね。あと、都心、ごめんなさい。あと、都心とか、街の中になると、やっぱりものすごい急接近してしまうと、本当にまだ、見る準備ができない人はいっぱいもう見えてしまうから、そこはやっぱり自由意志を、踏み倒すことになっちゃうから、結構まだ、本物の宇宙船が割と地味でね、もう映画とかそのアニメの的な派手なことはまずほとんど最初しないんで、すごく、静かな、はい、おとなしい。光って感じだよね。光で、チカチカみたいな感じの、ね、はい。ですもんね。あとさ、この UFO の中には必ず宇宙人はいるんですか？見える形で来てるものっていうのは大体乗ってる。私の中の認識では宇宙人乗ってない UFO も結構来てるイメージがあるんですけど、私たちが肉眼で確認する、そのエネルギーとして結構いっぱいいるなとは思うんだけど、見える形の UFO に関してはやっぱ乗ってるんですかね？そうですね。乗ってるやつ多いし、あと、うちの友達、オーストラリアにいるピーター君という友達がすごい撮影上手の人がいて、彼の、写真の、アーカイブの中に、実際にその一人乗りの宇宙船に、壁が透けたままに撮れて、中にいる存在も映ってるんです。一人乗りの。すごい。はい。だからもう、楽しいね。そこまで撮れちゃってんだ。だからあと、一人でフライングヒューマンドイドじゃないけど、マカバにいる、宇宙船のマカバの場合もあるから、そういう、いろんな方あります、本当に。なるほど。宇宙船がマカバっていうのはもうエネルギー体で来てるってことですか、じゃあ。その高次元存在のライトボディが、乗り物で、はい。
あ、そうかそうか。もう物体っていう形ではなくて、エネルギーで来てるってことですね、マババの。はい、はい。あ、そういうのもいるんだね。すごい。いや、はい。楽しいですね。そしたら、いや、ありがとうございました。このね、見てる方たち、本当にこの UFO をね、やっぱこれからもっと私を目撃していくときに、やっぱちょっと心の準備が必要だと思いうん。ますし、やっぱスターシード先にちょっと、なんていうの、もうウェルカムっていう気持ちになっといた方が、はい。いいと思うんですよね。うん。すごく必要ね。問題。これはやっぱりウティコンタクト、次の本当に真のステージで、もうん。う、目で見えない世界はあるんだろうけど、いろうん。んな、なんていう、心の準備とか、いろんな勉強はしてたけども、やっぱり最終的にうん。本当にリールで接点を持ち合うん。うとか、本当にまずこの次元に存在たちが現れるのは、またまあ、すごい意識の変化とつながるんで、そうだよね。はい。うん。いいや、や、もうやっみんなでもぱこのね、うん。この年間、もうこの2年間、その目撃が増えてることが、我々がもう準備できてるっていうことなんで、すごい、ういいこと。ん。うん、準備ができてきてるんですね。で、ここでやっぱもっとウェルカムな気持ちになったり、やっぱ見ようっていう気持ちになってくると、見る人たちがやっぱ増えてくるんですかね、こういうのって。そうですね。おっしゃる通り。はい、はい。もう、そのうん、同意とか、やっぱり、見たいっていうね、気持ちがない限りはね、あんまり向こうはね、本当に絶対突っ込んだりはしないから、すごくそれあは、もう、見たういっていうか、ん、よく、おもてなししたいっていう気持ちにね、我々がうアンバん、サダーになれないといけないね、宇宙大使。うん。そうか、ウェルカムになって、あと自分自身がオープンになるってことですね。うはい。ん。なるほど、なるほど。でいや、ね、もう、私たちの宇宙ファミリーが乗ってるってことですから、やっぱすごい再会ですよね。最高今、の再会が 私のことは、はい、もう、また照れたね。今照れた。しましたね。再開って言ったよ、今。再言ってま会す。がね、本当リアルにそれが、この地球で行われるってすごいことですから、やっぱ私たはい。ちはこの、今という時、鳥肌がすごいけど、いや、はい。すごい時だね。こそうそう、こからがまた楽しみ。うん。やっぱりそう、おっしゃる通り、すごい今テレビ交換したね、再開はのワード。で、やっぱりですから、その宇宙船の中にいる人たちが、もう、あなたが生まれる前からずっとフォローしてきてるんだっていう、その喜びがね、本当に、言葉で表せないし、ストレンジャーじゃない、もう、初めましてじゃなくても、もう、本当に、魂のファミリーの、そういうう感覚は、今、ん。いろんなセッションとかいろいろも、コンタクトの、そういう、フィールドワークという、もう来てる存う在はもう、ん。かなり身近な人たちであるっていうのはすごい伝わるね。ああ、そっかそっか。もう他人ではなくてね、私たちが生まれる前からフォローしてくれてる存在ってすはい。ごいね。はい。いやー、感動しました。ありがとうございます。じゃあちょっと今ね、これを見てくださってる、皆さんに、スタシドの皆さんにちょっとメッセージをグレゴリーさんからお願いします。はい。もはやね、この見えない世界はあるかもしれないっていうじゃなくて、もう、ありますっていうね、あるっていうびっくりマークっていうね、すごく、エキサイティングの、そういう、宇宙の世界を一緒に確認したいので、ぜひ、この動画見てね、今ちょっと1分最後に、このコンタクトの依頼ね、ちょっと、うん。送り込みましょうね、みんなで。こはい。の最後の1はい。分のちょっと静かな時間に、もう、この10分後、1時間後、この明日でも、うん。見せてくださいっていうね、ET ガイドにおうん。願いしましょうね。はい、じゃあ、はい。1分ちょっと静かな時間お願いします。はい。いいですね。うん。
Open the door って言ってますね。扉を開けましょう。そういうガイドからのメッセージ来ました。Open the door って。オープンザドアありがとうございます。ね。ジャパン、すごいふわっと来ました。なんかウェーブが。ほんと周波数がやっぱすごいね。もうガーって今熱くなって、懐かしい感じと嬉しい感じがありました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。故郷ね、家に帰るような感じね。もう故郷に帰ってる感じがしますね。はい。そうだね。じゃあどんどんね、あれかなこれ見てる方もね、どんどんUFO コンタクトをね、やっぱ意識を UFO の空とか見上げながら、コンタクトしたいなっていう気持ちでね、どんどんやっていただくといいと思いますし、やっぱりスターシードはやっぱり征服者ですから、先にやっぱりこの私たちが周波数を上げていく、彼らとコンタクトにウェルカムの気持ちになっておくっていうことが、やっぱりここに続く周波数としてどんどん続いていくんだと思うので、今日見ていただいている方、ぜひぜひ、コンタクトしてみてください。グレちゃんいい一言最後。大丈夫ですよ。はい。強かったです。もう、本当に、いや、もう、どんどん制限ね、次元と次元の壁がもうどんどんなくなってますから、もう、いや、もうこれから、冬の空もね、すごい美しいし、ぜひ皆さんちょっと外に行って、もう、とにかく空は気づくのが大事ですね。で、高次元の扉を開けましょう。よろしくお願いします。じゃあ今日はね、グレゴリー・サリバンさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。概要欄にね、グレちゃんのチャンネルも貼っておきますので、グレゴリー・サリバンさんのチャンネルの方登録よろしくお願いします。あと、グレちゃんは、本出したんだっけ本出てて。はい、ありがとうご紹介もいただいて、ホログラムマイン2ね、はい、出ましたんで、今上下巻ね、1と2が、出てますけど、新刊が、その下巻の2、宇宙人として生きる、はい、また Amazon など、出ております。そうだね。こちらの方もね、ぜひよろしくお願いします。じゃ今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。またね。はい、感謝です。はい。ありがとうございます。